殺人、誘拐、爆破テロ。エグゼシリーズには小学生向けとは思えないほど、過激な犯罪が登場するのはご存知でしょうか。どうも広下です。今回は、歴代エグゼのイベントの中でも、悪の組織がしでかした、過激すぎる犯罪を紹介していくよ。なんか物騒なテーマだな。まあゲームの中の話だから、そこんとこは多めに見てね。とは言っても、初代エグゼが発売されたのは2001年秋のこと。もう20年近くも前だから、過激な描写も結構多いんだ。もしかしたら、今から0A で発売するのは難しいかもね。良い子のみんなは間違っても真似しちゃダメだからな。まず最初の凶悪犯罪は、初代エグゼの悪の組織、ワールド3が起こしたバスジャック事件だ。ワールド3団員の色あやまどいと、そのナビ、カラードマンが、電算しての信号をハッキングしてバスを暴走させた事件だね。エグゼの世界は、かなり進んだネットワーク社会だからな。車はもちろん完全自動運転で、信号ともインターネットで繋がってるから、少し信号がバグっただけでも、簡単にバスジャックと交通事故を起こせてしまうんだ。進歩しすぎた社会っていうのも恐ろしいもんだぜ。まあセーフティー機能がないっていうのは、大きな欠陥だと思うけどね。イベントだと、色あやまどいがネットへ復讐するため、あえてメイルちゃんが乗ってたバスを暴走させたんだったな。バスジャックをすると、人質強要処罰法違反っていう重罪に当たるようだが、ネットの活躍で命が犠牲にならなかったのは不幸中の幸いだぜ。それがそうでもなさそうなんだ。実は暴走していたバスは、メイルちゃんが乗ってたバスだけじゃなさそうなんだ。イベントシーンの中には、バス同士が派手に衝突して大爆発してる描写もあるから、もし乗客が乗ってたら命はないだろうね。訂正。罪状に殺人を追加だな。ちなみにカラードマンたちはただの愉快犯じゃなくて、ちゃんとした目的があってバスジャックを起こしてるんだ。一体どんな目的だったんだ？一つはネットへの復讐。この前のシナリオで、ネットとロックマンに水道局での悪事を妨害されてるから、その腹いせのために、メールを人質に取ったバスジャックを起こしたんだ。ふむふむ。そしてもう一つは、信号をバグらせて市民を混乱させることで、交通網を回復させるプログラムを売ろうと思ってたんだよね。もちろん、ワールド3が販売するプログラムなんかで交通網が回復するわけないから、罪状に詐欺罪も追加だね。もっと手軽な儲け方がありそうだけどな。あとロールちゃんで思い出したんだけど、ダンジョンを進んでいくと、カラードマンがロールちゃんに拷問してる様子が見られるよ。この時のロールちゃんがかなり色っぽいから、ファンの人は録画を忘れないでね。判決。カラードマンを無罪とする。続いての事件も、初代ワールド3が起こした凶悪犯罪、その名も水道局ジャック事件だよ。初代ワールド3は、優秀な悪の組織みたいだな。水道局ジャック事件は、ワールド3が水道局の機能を乗っ取った一連の事件なんだけど、事の発端は、水道局員の氷川さんが息子を誘拐されたことに始まるんだ。とりあえず誘拐と監禁罪だな。そしてワールド3は氷川さんを脅迫して、水道局の機能を麻痺させるんだけど、これがかなり悲惨な結果を生むんだ。最初はただの断水だけだから、ネットたちも不便だな、くらいで済ませてたんだけど、問題はこの後だよ。続けてどうぞ。水道局に問題ありと推測したネットは、水道局に乗り込んで断水を復旧させるんだけど、水の浄化プログラムまでは改善できなかったから、蛇口をひねったら汚水が出るようになっちゃったんだ。結果、汚水を飲んで健康被害を訴える人が次々現れることになったよ。公共交通機関に続いて水道をジャックするとは、ワールド3はインフラから攻めるのが好きなんだな。それに自分の手は汚さないで、人質を取って局員を脅迫するあたりが狡猾で、いかにも悪の組織って感じだね。あと裏設定として、アイスマンは誕生日プレゼントで氷川さんがもらったナビ、っていう設定があるんだ。だから、その大事なナビで悪事に手を染めさせるっていう、精神攻撃もしてるんだよね。そう考えるとワールド3、結構エグいことしてるな。ちなみに、ワールド3が水道局を襲った目的は、アクアプログラムっていう、美味しい水を作るプログラムを強奪することだったんだ。最終的に事件が解決した後も、アクアプログラムが戻ってくることはなかったから、秋原町の人たちは一生まずい水で生活することになるっていうおまけ付きだよ。地味だけど嫌な犯罪行為だな。続いてはエグゼニの悪の組織、ゴスペルが起こした犯罪を見ていこう。ネット犯罪組織ゴスペルは、究極のナビを創造して、世界に終焉をもたらすことを目的にしてるんだ。なんか中二感がすごいな。組織の主要は、帯広俊っていう年派もいかない少年なんだけど、やってることはワールド3に引けを取らないよ。中でも過激なのが、失態を犯した団員への制裁なんだ。続けてどうぞ。犠牲になったのは、エアーマンをオペレートする吹雪嵐。
もともとガス会社勤務だった吹雪は、リストラされた憂さ晴らしにゴスペルに加入するんだ。でもこの決断が、彼の運命を大きく左右することになるよ。リストラされて犯罪に走るとか、やけにリアルだな。相棒のエアーマンを使って、ヤイとタクの換気扇をバグらせるといった悪事を働くんだけど、あっさりロックマンに見つかって撃破。計画が失敗したことを帯広俊に謝ったんだけど、あっさり見限られちゃうんだ。その結果がこれだよ。口封じを兼ねての爆殺か。派手にやるじゃねえか。この近距離での爆発だから、まず助からないとは思うんだけど、翌日のメールニュースだと怪我人なしって言ってるんだよね。しかも外伝作品のバトルチップグランプリだと、生存してるみたいだから、抹殺が失敗した可能性もゼロじゃなさそうだ。地下鉄メトロもいつも通りに運行してるしな。まあここら辺は、ギャグ漫画理論ってことにしとこうぜ。同じくエグゼニの凶悪犯罪だと、早見大輔の事件も印象深いよね。IQ170 の超天才、自然を愛する好青年なんだけど、自然保護の活動に熱心すぎてダム爆破を計画したんだ。ダムが決壊したら環境破壊待ったなしだよな。結局はネットと演算の活躍で、爆破テロは未遂に終わったけど、何箇所にも起爆装置を設置してたり、ダム下流の電算子を水没させようとしてたりと、かなり計画的な犯行を企ててたんだ。この計画が成功してたら、間違いなくエグゼ史上ナンバーワンの凶悪犯罪になってただろうな。他の悪役とは違って、早見大輔は誠実で穏やかそうな青年だっただけに、そのギャップが余計に怖さを増幅させるぜ。でも現実でも、おとなしい人ほど怒らせると怖いことって多いと思います。エグゼファンならおなじみの日野剣。炎のスペシャリストである彼は、5を除く全ナンバリングタイトルに登場している、シリーズ屈指の犯罪者だよ。立派なレギュラーメンバーだな。そんな日野剣、ほぼ全部のタイトルで火災事件を起こしてるんだ。事件の度に逮捕されてるはずなんだけど、なぜかすぐに釈放されて、しれっとした顔で次のタイトルに登場してるんだよね。同じワールド3団員でも、エレス伯爵はずっと牢屋の中なのに、なぜか日野剣だけが即社会復帰してるんだよな。エグゼ七不思議の一つだぜ。犯罪に関しては独自の美学があるみたいで、エグゼニでゴスペルとの関係を疑われた時は、自分に誓ってゴスペルにだけは関係がねえって怒ってたしね。ということでここでは、みんな大好き日野剣の悪用を白日のもとにさらしていくよ。お願いします。まずは初登場のエグゼ1から、ワールド3団員の一人として登場した日野剣は、秋原町の住宅に侵入してはレンジを発火させる、連続レンジ発火事件を起こしたんだ。字面だけ見るとなんか間抜けだな。でもやってることは立派な放火だからね。かなりの凶悪犯罪だよ。ただ、ネットの自宅を狙ったのがいただけなかった。ママ愛用の電子レンジを発火させた日野剣だけど、ネットとロックマンにあっさり返り討ちにされるよ。エグゼ1での日野剣の相棒は、ファイアマン。見た目は広した好みでかっこいいんだけど、単調な火炎放射しかしてこない上に、チップで攻撃すれば簡単にひるんじゃうから、はっきり言ってザコボスなんだ。HP も300しかないしね。他のタイトルではどんな犯罪をしてるんだ？エグゼさんでも放火事件を起こしてるんだけど、今度は電子レンジじゃなくて、自動販売機をターゲットにしてるよ。しかも自分の手を汚さず、人を使って放火をさせてるからずる賢さにも磨きがかかってるよ。犯罪の片棒を担ぐなんて、そんな馬鹿をする奴がいるんだな。それが、実は主人公のネットが放火の手伝いをしてしまうんだ。日野剣は、改心して科学省の職員になったからもう犯罪はしない。ってネットに嘘をついて、科学省の電子機器に発火装置を取り付けさせたんだ。最終的には科学省の機能が完全にダウンする、立派なテロ行為にまで発展したよ。小学生に犯罪を手伝わせるとか、えげつない行為をさらっとやるのがエグゼの特徴だよな。最後はいつものように、相棒のフレームマンがロックマンに倒されて物語は終わるんだけど、この事件のせいでパパに重傷を負わせちゃうから、ネットの心にもトラウマを植え付けた事件になったんだ。日野剣はエグゼ4以降でも、同じような放火事件を起こしてるのか？いや、4以降だと完全に改心したのか、大っぴらには悪さをしてないよ。トーナメント会場の女性に恋したり、学園の臨時教師として教鞭を取ったりと、まっとうな人生を歩んでるみたいだね。
ここまでは悪の組織の凶悪犯罪を見てきたけど、最後におまけとしてネットたちの犯罪行為を見ていこう。主人公だからって、何でもしていいわけじゃないからね。パパも含めて、光家は家族ぐるみで結構な悪さをしてるよな。中でも一番の犯罪は、アジーナ王国の国宝を盗んだ犯行だと思うんだ。これはエグゼニでのストーリーなんだけど、ネットとロックマンはアジーナ王国に不法侵入して、チェンジバッジと呼ばれる国宝を強奪することになるよ。世界を救うためとはいえ、国際問題に発展しかねない重罪だよな。しかもパパはネットたちを叱るどころか、ロックマンを改造するお手伝いまでしてるから、犯罪一家と言われてもおかしくないんだぜ。チェンジバッジは国宝だけあって、かなり厳重に保管されてたんだ。施錠されてたのはもちろん、ロックマンが不法侵入したことで警報装置も作動してたね。国宝を盗んだ帰り道の物悲しい BGM は、印象に残ってるプレイヤーも多いんじゃないかな。今のご時世だと、万引きを助長するとか言って、PTA がうるさそうなイベントだよな。ということで今回の動画はここまで。せっかくだから、ロックマン研究所の他の動画も楽しんでいってね。チャンネル登録もよろしくだぜ。